おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこちら。細かい部品たちの錆落としをして塗装していきます。リアのタワーバーブラケットとか、フューエルリットの受け部分とか、リキッドタンクのステーとか、ブラケット。リキッドタンクはね、交換する予定。このステーが必要なんで、これの錆落とし。エンジンマウントの遮熱板。あとコントロールロッドも錆がすごいので、これも錆落としして綺麗に塗装します。などなど、今回はどこの部品っていうわけじゃなくても細かい部品たち、これの錆落とし、そして塗装です。あと忘れちゃいけないのがこれ。燃料タンクの蓋、室内側につくやつですね。これ2号機から外したやつ。1号機のは錆びて穴開いてもうボロボロだったから2号機のやつ、これをきれいにして使っていきます。最近ボディの板金塗装がずーっと続いていて、ちょっと飽きてきたかなーって頃合いだったので、気分転換に違う作業を進めていきます。今日の一番の大物はこれかな。リアのクロスメンバー。これもね、まあまあ錆出てるしね。ただこれはでかくてブラストかけられないから、これは手作業かな。機械とか使って錆落としして塗装みたいな、そんな感じでやっていきます。今まではアームとか足回りの部品でアルミ部品の錆落としだったから塗装なかったんですけど、今回は塗装までやります。で、これちょっと作業やり忘れてた、ミッションの下につくバーみたいなの、これも今回かけます。そう、これとかはアルミだからね、塗装をやらなかったですけどね。他は全部鉄部品なので、今回は塗装までしっかりとやりたいと思います。ということで、早速ブラストをかけていきます。今日の動画はもうひたすらブラストをかけて、部品をきれいに掃除してただ塗装する、それだけの動画です。部品がきれいになっていく様子がものすごく楽しいという方は面白い動画かもしれないですけど、結構見てる側もね、忍耐力がいるような動画なのかなって気もします。こういう作業普段サブチャンネルで動画上げてるので、こういうのが好きな方はぜひサブチャンネルも登録よろしくお願いいたします。あと、これをただただ見ていくのはすごく大変だと思うので、2倍速にして見ると結構楽しめるかもしれないです。あっという間に部品が綺麗になっていくので、そこまで苦にならないかもしれないので、ぜひ2倍速で見ることをお勧めいたします。それでは引き続き部品が綺麗になっていく様子をお楽しみください。これもかけたかったの忘れてた。フロントのスタビライザーのブラケット、これ外してブラストかけます。緩まない。うっそインパクト。よいしょ。錆びついてんね。さ
サビッサビ。他のパーツも分解してからブラストかけていきます。これはね、クリップで止まってて、上と外の蓋がね分離できる状態になってる。これ外して、で配線も外して、よいしょ。スポンジテープくっついてたから剥がしておきます。そしてレシーバータンクのステーだけ外したい。うわ、サビがすごい。あとブレーキホース。両面テープ残っちゃったんでワイヤーブラシで剥がします。エンジンマウントの遮熱板、オイルでギットギトなんでブラストかける前に先に洗ってからやっていきます。これ灯油です。汚れがすごい落ちる。油汚れ落ちました。これでブラストかけます。クロスメンバーのここの L 字の部分、これ外れるようになってるんで、これ外してブラストかけます。あとブレーキの配管もついたままだからブレーキも外しちゃいます。
これだけ外れます。ここのネジ、低強度のネジロック剤が塗ってあったみたいです。緑色のネジロック剤の跡がついてる。他のボルトもこれ組み付けるときにちゃんとネジロックつけてやりましょう。あとブレーキ、はい、ブレーキの配管。さあ残るはクロスメンバー。これ研いだら終わりですね。ありとあらゆる道具を使って錆落としやっていきます。理想を言えばブラストかけて塗装全部剥がしたかったですけどね。ただどうやってもブラストの箱の中に入らなかったので、浮き錆が落ちれば OK という感じで機械と手作業で錆落とし、そして塗装に細かい傷たくさんつけて塗料の密着が良くなるように作業をやっていきます。本当ある程度表面についてる錆が落ちてくれれば OK っていう感じでさらーっと錆落としをやっていきます。っていうのもこの後塗装していく塗料、いつも使っている必殺錆封じというめちゃくちゃ防水性の高い塗料なんですけど、浮き錆とか剥がれかけてる塗膜とかそういうのが落とせていればマジでしっかりと錆を防いでくれます。水洗いしていきます。塗装の準備が終わりました。ちょっと狭いんですけどこんな感じで塗装していきます。スタンドに引っ掛けて塗装する。他の小物部品たちはこんな感じ。反対側にもこんな感じ。どうしても車があるからね、作業スペースすごく狭いんだけど仕方ないですね。足回りの部品塗装しないとどのみちこの FD を下ろすことできないし、遅かれ早かれこういう塗装のやり方にはなってたと思うんで、はい、この状態で塗装をやっていきます。まずは必殺錆封じ、これ塗っていきます。錆止め、そしてプライマー、密着の効果があります。とにもかくにもこれ塗らないと、次の塗装ができないので、サフェーサーとかも入れられないから、まずはこれ塗っていきます。でこれ塗ってからね、次の塗装するまで3時間ぐらい乾かさなきゃいけないから、とりあえず必殺錆封じだけささっと入れてしまいましょう。はい、それではお待たせいたしました。塗装の時間でございます。塗装タイム、行ってみよう。塗装ミストで汚れるからカメラ古いのに切り替えます。必殺錆封じを塗ってから4時間が経過しました。今日ちょっと寒くて乾きがあまり良くなかったです。いつもだったら3時間なんですけど、今日4時間乾かしました。で、今状態としてはこんな感じです。ほぼほぼ乾いてはいるんだけど、表面若干ペタつきが残ってるぐらいな感じです。
ぶら下げてる部品たちはこんな感じ。ちょっとツヤが残ってる、こういう感じですね。この状態で次サフェーサーを塗っていきます。よいしょ。で、今回使っていくサフェーサーこちら。いつものロックペイントのクライマックスプラサフのブラック。今回ブラックで塗ります。こんな感じの黒いサフェーサー。室内の部品とか純正部品でちょっとこう半ツヤというかツヤ消しというか、そんな感じの部品はサフェーサー仕上げにします。で、足回りの部品とかで、ツヤがあって見た目を気にするやつはツヤありの黒でこの後また別で塗装します。だから今回2段階で塗装をやっていくような感じかな。サフェーサー仕上げの部品とクリアまで塗装するツヤありの仕上げと2パターン塗装をやっていきます。で、とりあえずサフェーサー仕上げはいつも通りサフェーサー塗って終わりなんで、とりあえずサフェーサー塗っていきます。で、細かい作業のやり方はナレーションにしましょうか。今ここで説明すると長くなるからね。はい、ということでサフェーサー塗っていきます。まずはサフェーサー仕上げの部品から塗装していきます。室内側につくタワーバーのブラケットとか、あとレシーバータンクのブラケットとか、これエンジンルーム側の部品ですね。防水性とかもそこまで必要とせず、なおかつ純正部品のような半ツヤっぽい見た目に仕上げたい部品、これは普通にサフェーサーを塗っていきます。あと、エンジンマウントの遮熱板。あれをね、耐熱塗装をしようかどうしようか迷ってたんですけど、結局普通の塗装にすることにしました。駅マニとかマフラーとかの遮熱板だと結構熱かかるので、シルバーとかの耐熱塗料を使って塗ると思うんですけど、エンジンマウントの部分はゴムの劣化を防ぐためのエンジン本体からの熱害を防ぐようなもので、駅マニとかマフラーとかみたいにそこまで温度が上がるような場所でもないから耐熱塗料じゃなくても大丈夫という判断です。普段使ってる耐熱塗料、一液タイプだからあんまり防水力が高くなくて、長い年数使ってると割とサビの再発が早かったりする感じがするんですよね。なので今回は普通の塗料で塗ることにしました。ちなみにサフェーサーとか、クリアとか車の外装に使われているような塗料、いわゆるウレタンとかポリエステル系の塗料ですね。これはだいたい耐熱温度150度もしくは高くても200度ぐらい、メーカーによってちょっと違うんですけど、だいたいそのぐらいの耐熱温度になっています。もちろん耐熱がその温度というだけであって、長い間そこそこの温度にさらされるとそれなりに劣化して剥がれてきたりとかするので、極力熱のかかる部分には使わない方がいいのかなっていうのが正直なところです。と言っている間に、これからツヤありで仕上げる部品たちのサフェーサー準備していきます。使うのはクリア。これをサフェーサーにちょびっとだけ混ぜて塗っていくと、ノンサンディングサフェーサーという状態になって、研がずにそのまま色を塗れる状態になります。これはロックペイントだからできる技ですね。他のメーカーでもノンサンディングで使えるメーカー、もしくはクリア入れずにノンサンディング使えるやつとか、メーカーによって仕様が違ったりします。僕が使ってる塗料はクリアをちょびっとだけ入れなきゃいけないタイプです。これを足回りの部品、そしてスタビライザーのブラケット、あとクロスメンバーとか、この後ツヤありで塗装する部品たちのサフェーサーとして塗っていきます。これは表面のデコボコ加減を埋めたりとか、あと防水力ちょこっと持たせたりとか、その程度のサフェーサーですね。そもそもの防水力は一番最初に塗った必殺サビ封じが担ってくれてるので、そこまで防水力とかは気にしなくても大丈夫です。若干ね、防水力落ちるんですよね。ノンサンディングのサフェーサーにすると。次、Z ブラック塗っていきます。真っ黒。
仕上げにクリア塗っていきます。塗装終了。翌日です。もう塗装乾いてて触れる状態になってます。ツヤの具合は悪くないですね。七分ツヤ程度。純正部品と同じようなツヤ加減にしてあります。サビサビだった部品もやっぱ塗装すると綺麗になりますね。まだまだ使えそうな感じがする。これはクロスメンバーから外した三角形の部品。これも同じように七分ツヤ程度で塗装しました。そしてこれが燃料タンクの蓋。サビサビだったのが綺麗になりましたね。これはね、サフェーサー仕上げにしてあります。艶消し状態。そして小物部品たち、遮熱板とかタワーバーのマウントブラケットとか、この辺はサフェーサー仕上げです。ブレーキのステーはクリアかけました。スタビのブラケット、そして闘魂リンク、こんな感じです。はい。ということで本日の動画は FD の細かい部品たちの修理第1弾でした。そう、この後第2弾、第3弾と続きます。他にもフロントのクロスメンバーとか、デフのマウントとか、あとエンジン部品、クランクプーリーとか、ウォーターポンプのプーリーとか、いろいろ塗らなきゃいけないものたくさんあるんで、一度に塗れる部品の数がね、限られちゃってるんで、この台に吊るせる分しか塗装できないから、今後少しずつ部品の修理やっていきたいと思います。動画の続きが気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。登録してもらえると新着動画の通知がいくようになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。